はい、皆さん、ボンジョルノ、ブリーダーの中島と、アシスタントのカエルでよす。ろしくお願いします。お願いします。オープンデーが終わってね、はい。どうですか。どうですか。はい。ちょっと落ち着きを見せたところですね。ところですが、施設のね、ご紹介していこうかなと思うんですけれど、はい。今年はまあ例年通り予告動画でもね、ご紹介ちょろっとしましたけど、厳しい天候の中でやった部分が多いので、はい。まあなんかものによってはすごくそれでもよくできたものと、はい。やっぱちょっと厳しいなみたいなものもありましたね。ありましたね。そんな中でこのウリ類ね、はい。非常にいい出来だったんじゃないかなというふうにはそうですね。思うよね。はい。で予告動画のところでも少し話したけど、転送開かないっていうね。はい。そんな今年の高温の条件の中。そうなんですよ。そうで、このハウスも実は今日この後解体に入りますね。そうですね。本当最後ですから、いろいろ故障しているところを手直ししていくためにですね。で、肝心の展示物なんですが、はい。今年もこのフシナリスマートね、はい。メインの展示の一つでした。まあ、もう皆さんご存知だよね。そうですね。去年もご紹介させていただいて、使っていただいた方もなんかいらっしゃるような。そうでね、去年は結構手探りで、こんなのありなのかなぐらいだったんだけど、結構好評というか、実際にこれでね生産されてる方も増えてきてるし、新規収納の方なんかはやっぱこれ取り組みやすいということで、ね、今年も真剣なここで商談が行われてました。節それぞれにね、はい、キュウリがこうやって全部ついていくんだよね。こう下から見ていくと、奥の方はもう花が咲いてるのがいくつかありますね。こう下から全部節にこうついてるという感じですね。12345、これ飛んでんのかな。ここ1個飛んでんね。はい、これでもついてたんだね。取れてるね。はい、ついてるということで、大体まあ9割ぐらいの節にはこうやって実がついていくので、これを利用してまっすぐ立てていって、取り終わったら下げていくというようなものですね。出来も良かったんじゃないでしょうかね。これ見た方、すごくこれベッドの中心に植えて二股に分けていますね。こっちそうか。これは2本立てにして、こっち側ね、左側が1本立てにしてあるんですね。はい。でもこの品種作るならこっちの作りの方が多分いいよね。そうですね。じゃあ次ちょっとズッキーニの方行ってみましょうか。はい。ズッキーニのとこに来ました。ズッキーニね、750Z。はい。ゼルダ 750Z かな。はい。まあズッキーニの決定版だって私いつも紹介してますけど、はい。まあ決定版らしい暑さにも負けない強い出来ですね。今回ね、他社の品種も入れてあって、ライバルになる品種ですよね。どっちがいいかな。まあその他社の品種も非常にいい品種なんですよ。一般に世の中で使われているいい品種と比べても木が強いです。そうですね。節管が伸びるわけでもなく、節管しっかり詰まってるのに葉っぱも大きいし、木のフレーム自体がでかい。でやっぱ果実の生育なんかも非常にいいですね。暑かったり寒かったりする気候ね、でこのガラス温室天井開かなくてすごい日中暑くなる、夜は結構寒くなるっていう環境の中でも、もう全然問題なくできてますね。とんでもないのついてるじゃないですかこれね。でかいの。これオープンデーの日から取ってないやつです。から取ってない。でもやっぱ2日つけとくとこうなるんだね。ですね。ね、土日挟んで今日月曜日ですけど、上にあるのが意外いいサイズですね。すごいね。生育むちゃくちゃ早いね。いっぱい。まだまだ花も来てますね。ということで、750Z もここにね担当者立ってたので詳しい話できたんじゃないでしょうかね。産地の方も来られて、しっかり話されてましたね。ウリ類時田種苗、実はねここ最近なんですよ。すごい力入ってこう品種改良進んでるのね。そうですね。10年前ってそんなにやってはいたけど、そんなにまだその頃品種改良の種をまいたのがね、今やっとこう開花してるっていうような感じですかね。すごくいい品種増えてます。特に今回ね現物はないんでこの動画ではご紹介できないんですが、かぼちゃ、栗将軍ね、時田種苗には栗将軍というすごい売れてるいい品種あって、これ何がいいってね、すごいざっくり説明するなら、収穫した後2ヶ月後に美味しくなるんですよ。置いておけるってことです。これ意外とすごいことなんだよね。普通の品種って大体1ヶ月後ぐらいに美味しくなる。収穫して置いといて1ヶ月頃ぐらいしたら中が糖化してね、糖に変わって美味しくなるんだけど、栗将軍2ヶ月置いとけるんですよね。すごいでしょ。だから秋の今頃というか10月11月に収穫すると暮れに美味しくなるっていうね。
はい、みんながかぼちゃ食べてえなと思う頃に美味しくなるっていうすごい品種冬至とかそういうのの近くですよね。なのでぜひねその辺も含めて時田新聞の売りかご期待いただければなというふうに思います。はい、じゃあ次もう一個トマトをご紹介しましょうかね。はいはい、はい、トマトね。はい、トマトですよ。はい、トマトです。これがねトマトベリーオレンジね。はい。ね斜め誘引してあるからあれですね。こういうふうに。はい。ここからトマトベリーオレンジが植えてあってトマトベリーオレンジはこの辺ですね。はい。トマトベリーオレンジ。はい。今年のカタログの表紙にもなってる品種ですね。そうですね。これ多分ねお客様試食された方も多いんだろうね。なんか果実落ちてなんかあんまないんだけど、こっちの方手前にちょっと残ってる。この辺とかいいのかな。ちょっと割れちゃってるけど。これもでも食べられてるね。ミニトマトの取り方って知ってますか？わかんないです。これねここヘタのところに指かけて、上にひねるんですよね。知ってた？今俺さっき無理くり取ったらこうなる。ヘタとのつなぎ目のところ。そうこれ、これ覚えておいてくださいね。はい。可愛いですよね形もね。で味もこれ悪くないですよ。ほのかな酸味と強めの甘み、肉厚で、とても美味しいですね。はい。トマトベリーシリーズは、当初やっぱその特徴的な味と形で、一世を風靡しかけたんですけど、やっぱりね一般的な普通のミニトマトと比べると、少し作りにくさがあったんですよね。でそういうところをね今何年もかけて改良してきて、やっと一般的なミニトマトと比べても遜色ないぐらいのところまで来たところかなと思うんですよね。非常にこのコンセプト形の違うミニトマト、可愛い形でしかも美味しいミニトマトっていうのは世の中に通用するものですんで、やっとこれからね世の中に広まっていくのかなと思ってるところですよ。時間かかるね。そうですね。作り方が今までのともちょっと違ったりもする。だからそこ違くないようにしないとね、なかなかこう普及するのって難しいよね。やっぱミニトマトと普通のミニトマトと比べてトマトベリーが倍の値段で売れるかっていうとそんなことはない。ですね。まず成果としても認識されないとっていうのもありますし、だからその農業経営っていう意味でちゃんとね、ハマっていくようなものにやっとこそなってきたのかなというのが、今年来年ぐらいなのかなというふうに思っています。トマトのとこはね毎年アイキャッチがあるんですけど、行ってみましょうか。ここですよ。壁みたいになってます。これね、そこから見るとなんかもさっとなってるけど入ると結構すごいですよ。こんな感じですね。どうですか。しかもこれ品種が7品種でしたっけ、5品種でしたっけ。なんか5品種かな。で五角形になってて一面で1品種ですかね。そうですね。特にここですかね、トマトベリーオペラ。去年棚栽培した品種ですけれども、やっぱ今年もねほらどうですね。これ房が多いですね。この綺麗な形。ぶどう感。すごい綺麗だよね。ここまで色ついてればよかったんだけどやっぱ毎年ちょっと間に合わないね。そうですね。やっぱこの段数になるまでにはだいぶ時間かかるからね。真夏乗り越えてきてるんですよねこれね。ですね。よくここまで作ったなという気はしますけれども、サンピーチも結構ね。ピーチは数がすごいねこれは。この上の方もびっしりあるね。トマトベリーオレンジはトマトベリーオレンジはオレンジも多いね。あと色がオレンジっぽいのですごい目立ちますね。ちょっとこれ石棺詰まるのかね。そうかもしれないですね。下がってますね他の品種に比べると。こういうね品種間の差もよく分かりますね。普通の作りじゃないだけにね、そうですね、分かることもよくあるというかこちらでね、写真を撮っていただいて、いい思い出が残せたなということで作ったし、品種の違いもこれでよく分かったんじゃないかなというふうに思いますね。トマトの担当よく頑張りました。こちらねジャングルトマト、なんていうかな、放任栽培でね栽培ができる、家庭菜園の方で、家庭菜園の方もそうだし最近プロの方でもこのやり方やられる方増えてますよね。増えてるっていうこと増えてるのかな。でも俺現場で何回か見たことあるね、こういう作りね。何よりこの手がかからないので植えたら植えっぱなしであと収穫にどんどん入っていくだけ。もちろん薬剤散布とかねそういうのは必要ですけど、芽かきとか誘引をするっていう手間がない栽培なので、そこはね安定的な収穫と天秤にかけてどっちを選ぶかなというところだと思うんですけれども、特に家庭菜園なんかでおすすめですよね。ですね。このようにネットでねもじゃもじゃもじゃっとなってるのをこう
取っていくというスタイルです。でジャングルトマトとジャングルトマトのイエローとジャングルイエロー2品種あります。はい、でねこれおすすめな点もう1個あって、実はこのジャングルトマトね、うまいんですよ。そうなんですよ。意外とうまいんですよ。意外とこんな感じに作ってるんですけどね。普通こうやってもっさり木を暴れさせちゃうと味って乗ってこないんですよね。やっぱこうストレスをちょっと感じてギュッと身を縮めたトマトの方が美味しいんですけど、美味しいね本当に。何これ美味しいじゃん。海軍食べないですか？私は後で食べます。はい。とてもむせました。とても美味しいですね。ちょっと甘みが喉に引っかかるぐらい。すごい味のってるね。作りやすいし味もいいので、本当家庭菜園とか小学校のお子さんとかの自由研究とかで使ってもいいと思いますし。いいですね。何個取れたかなとかね。はい。ベランダに置いたのと家の中に置いたのとどれぐらい量が違うかなとかね、やってみると面白いかもしれないですね。こんな品種も今回ご紹介しました。ちょっと変わり種のところばかり紹介しましたが、徳田種苗はね、なんといってもサンチェリーピュアですよ。サンチェリーシリーズね、普通のミニトマト、で大産地で使っていただけるミニトマト、こちらもね新しい番号の品種たくさん今回展示してありまして、プロフェッショナルの生産者がね自分の畑に合うのはどれだろうなっていうふうに探してましたね。ミニトマトの老舗メーカーとして開発も頑張っておりますので、オープンデーに来るとそういったものの新しい品種、まだ世の中に出回ってないような、これから出るかな出ないかなっていうようなものなんかもね、意見交換しながら見ていただくことができますので、ぜひね来年またトマト本格的に生産されている方は徳田種苗のオープンでご来場いただければなというふうに思います。よろしいですか？火砕類こんなとこですカエル君。よろしいです。よろしいですか？去年より展示の種類とか充実したっていう風にトマトの担当も言ってましたんで。そうだね、種類多いよね。ですね。逆に言うとね、ちょっとなんていうかな、多すぎてちょっと俺ついていけてないと思うんだよね。まとめすぎたみたいな。なんか社内のね報告とかでは聞いてるけど、実際に自分の目で見るのってこれなんだっけみたいなのも中には入ってたりして、ありますね。それぐらい充実してますんでね。これは本当トマト関係者の方にとってはいい展示だったんじゃないでしょうかね。そうですね。ということで、また次回からは露地野菜の方もねご紹介していけたらなと思います。また次回の動画もお楽しみにしていてください。では、チャオ。